ご視聴ありがとうございます。今回は最近買った道具をまとめていくつかご紹介させていただきます。1つ目、クストーのメタルスキンウェッジツール。細い隙間に差し込んで使う金属製の内張り剥がしです。ちょっと前にバカ流行りしていたあの道具にとてもよく似た製品です。クストーは台湾系のメーカーなのかブランドなのか詳しくはよくわからないのですが、リーズナブルなのにツボを押さえた道具を多く展開しているブランドです。外観がこちら、マットな雰囲気なメッキです。キメは細かいのですが光らない、サテンメッキと表すのか台湾工具によく見る表面処理ですね。サイズはこのくらい、全長 178mm、重量は 116g。本家と比べるとこれ怒られないのかなとこっちが心配になるほど似ています。全長は同じ、幅は 1mm、クストーが細くなっていますがほとんど同じと言っても良さそうです。先端のアップはこんな感じ、こっちもそっくりっすね。気持ちクストー製が先端部分幅が広くなってはおりますが、こちらもほぼ同じ形と言って良いでしょう。表面の滑らかさも同じような具合。クストーは1箇所メッキがささくれたような爪に引っかかる箇所がありましたのでペーパーを使って鳴らしています。ブルーポイントと比べてみて両者違うのは穴の数と刻印の方法くらい。粘りとか硬さとか材質からくる違いもあるでしょうが、そんな力込めて使うものでもない。パワープレイに向く道具ではありませんので、無理せず使っているためか使い比べて機能的な違いというのはあまり感じてはおりません。樹脂部品を外したり隙間作るきっかけに使ったり、クスト、ブルポン、それから SMT 製の3本を使っていますが、どれも便利に使いやすい道具です。クストとブルーポイントで使っていて違うなと思う部分は持ち手です。持った感じが少し違います。ブルーポイントは角が丸いのに対して、クストは側面以外きっちりめ。なぞって手の皮が切れてしまうほどではないですが、しっかり角が立っています。個人的にはブルーポイントのしっとりした手なじみが好みですが、まあただどっちが良いとも、慣れてしまえばどちらも使いやすい道具だと感じています。流行りのメタル内張り剥がし、活躍の場は多い道具だと感じてます。曲げてダメにしてしまうことも多いので、このクストーのようなお求めやすい後発品というのもありがたいですね。ただクストーはもう少しオリジナリティあってもとは感じます。紹介しましたブルーポイント、クスト、SMT にあとはライルやファクトリーギアさんのディーンからも金属製の内張り剥がしが発売されております。便利な道具ですので機会がございましたらお試しください。2つ目はスナップオンのハイパワーマグネットストリップ。曲面にも貼り付けが可能なマグネットの細身なシートです。使用中の道具やボルト、ナットなどをくっつけられる便利な収納アイテム。全長は 300mm、幅が 50mm ほど。本体はこんな具合にフレキシブル。柔らかくはありますが、芯まではいかないんですけど、しっかり感を備えてます。カラフルな部分は編み込みカーボンチックな模様の入った PVC。表面は柔らかく、またさらっとしていますのでゴミなどがつきにくい。貼り付ける対象を傷つけにくくなってます。外側、周りはよくあるナイロンかと思います。マグネットは強力なものが5センチほどの間隔で5つ並んで入ってます。マグネットの隙間にドライバーを置こうとするとどちらかに引っ張られてくっついてしまうほど。300mm のラチェットがしっかり、重たいハンマーもペチッと止めることが可能です。普段は工具箱に貼って使っています。この幅の狭さが良くて、ツールトロリーや作業台の側面に貼ってもトレーからはみ出さないので邪魔になりにくく、くっつけているのは工具が多いです。ツールトロリーの上段やツールマットに乗り切らない工具をストリップにつけて使ってます。くっつけた道具を剥がすのも簡単です。工具をつけてもストリップは幅が狭いため、こんな風に浮いた状態と表せばよいのか、一般的なマグシートのようにべったりくっつかないので取りやすく、ちょうど良い塩梅となってます。ラチェットやハンマー、ドライバーなんかをよくつけています。対して握り物系はあまりつけることないっすね。磁石は5個なのでくっつけられる道具も5個というか5箇所までとなります。ドライバーなどの軽いものは1つの磁石にいくつかつきます。ラチェットやハンマーなどは1箇所に1つという感じ。
この形から使い方の幅は広そうですが、本体面積は大きくないので、一般的なマグネットシートに比べて収容能力は劣るでしょう。体につける、腰道具につけたりするのはどうなんすかね。私はそういった使い方はしないので、はっきりしたことは言えませんが、試しにちょっとやってみたところ、ストリップタイプは体から離れてプラプラしてしまうので、一般的な四角、シートタイプと比べると運用は少し難しそうに思いました。ただ変わった形、極端な形ですから、はまれば輝きそうではあるっすね。私は整備してる車両に貼ったり、体につけて使うならこっちかなと思い、小さなタイプを追加で購入しました。これなら体につけてもプラプラしません。使いかけのソケットなんかをつけてます。重たいソケットも止まります。外した小ネジを置いとくにも使いやすいっすね。さて、マグストリップ使っていて気になることとしては、つけた道具が軽く自家しちゃうってことと、また幅が狭いことからくっつけた工具がはみ出して周りのものに傷を入れそうで怖いってことくらい。車の外装に貼り付けた場合を一般的なマグネットシートと比較をしていますが、ストリップタイプははみ出た工具で車を傷つけてしまいそうに感じまして、普通のタイプでもこの心配はありますが、ストリップではここ特に気になった部分です。あとは値段っすかね。あと 30% くらい安ければもうちょいおすすめしやすいんですけど、スナップオンなお値段となってます。スナップオンのハイパワーマグネットストリップ、ピンときたら試してみてください。次はこれ、洗車に使うホース用ガイド。2個で1000円くらいで売ってます。洗車するとき、タイヤの角にこれを挟んでおくと、ローラーのおかげでホースがタイヤに引っかからなくなるという製品です。タイヤとホースってなんでそんなに相性悪いのさってくらいにホースを動かなくしますよね。そこでこれ使ってみるとこんな感じ。とても単純な製品ですが、これだけで洗車のストレスが一つ減ります。ローラーが小さすぎてうまく機能しないのではと疑っていましたが、そんなことはないですね。特に意識せずホースを引っ張るだけでタイヤで止まることなくホースが送られていきます。たまに本体がタイヤの角から外れてしまいうまくいかなくなることもありますが、最初に奥までグッと入れておけば外れてしまうことも防ぎやすく、こんなので本当に良くなるのかと半信半疑でしたが、今は洗車のたびに使っています。磨き作業でポリッシャーなどの電源コード相手に使うのも良さそうですね。2個セットと4個セットがありますが、どちらがおすすめかは環境によります。私は4個セットで買いましたが、今使っているのは2個だけです。案外物がかさばるんです。洗車用バケツセットに4個入れておくにはちょっと大きく、2個を作業中に動かしながら使ってます。保管場所の容量や蛇口の位置と相談して数は選んでいただきたいです。車向けのホース用ガイド。洗車時にホース引っかかって不満があれば試してみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。